こんにちは。今回の解説では、企業のコンプライアンス担当者やブランドマネージャーの皆様に向けて、実務でめちゃくちゃ重要になるテーマを深掘りしていきます。それが、台湾の化粧品外包装、容器、ラベル、または添付文書の表示規定に関する完全ガイドです。皆さんもご存知の通り、化粧品のパッケージって単なるデザインのキャンバスじゃありませんよね。消費者の安全を守る最前線であって、法律でがっちり管理されているんです。というわけで、早速本題に入りましょう。難解な法律の文脈を紐解いて、明日から使える実践的なプレイブックを一緒に作っていきましょう。そもそも、これほどまでに厳格なラベル表示ルールが存在するのか疑問に思ったことはありませんか？提供された資料の言葉を借りると答えは非常にシンプルです。フタル酸エステル、PEG、そしてトリクロ酸。これらが日常の製品に潜み、内分泌か乱、皮膚刺激、そして環境毒性を引き起こすからなんです。そう、私たちが毎日使うスキンケアにです。昔のちょっと不透明なルールだと、こうしたダーティーダズン、つまり危険な化学物質群が消費者の目に見えない形でしれっと配合されていることがありました。だからこそ厳しい表示ルールというのは単なるお役所仕事ではなくて、私たちの安全と知る権利を守るための絶対的な防波堤なんですよね。さて、今日お話しする流れはこんな感じです。まずは化粧品に潜むリスクについておさらいして、次に10の必須表示項目、そして一番ややこしい全成分表示のルール、さらに小さなパッケージの柔軟な特例を挟んで、最後に企業のコンプライアンスを成功させる鍵という順番で進めていきますね。では早速、一つ目のトピック、化粧品に潜むリスクから見ていきましょう。資料を読み解くと、化粧品には気をつけなきゃいけない化学物質がいくつかあることがわかります。例えば、可塑剤として使われるフタル酸エステル。これは肝臓や腎臓への悪影響とか内分泌か乱との関連が指摘されています。それから保湿剤によく使われる PEG、ポリエチレングリコールですね。これは製造過程での汚染リスクや環境への残留性が心配されています。あとトリクロ酸。抗菌剤として便利なんですけど、水生生物への毒性や皮膚への刺激が問題視されているんです。どうですか？これを聞くと成分が完全に開示されていることがいかに重要か納得ですよね。続いて第2章です。法律で定められたパッケージの絶対基準、10の必須表示項目についてです。義務付けられている10項目のうち、まずは基本となる前半の5つです。製品名、用途、そして使用方法と保管方法。さらに、賞味重量や容量、そしてここが一番肝心なんですが、全成分名称です。もしその製品が特定用途化粧品の場合は、特定用途成分の含有量もしっかりパーセンテージで明記する必要があります。この5つは市場に出すための絶対に外せないベースラインになります。残りの5つも一気に見ていきましょう。使用上の注意。製造業者や輸入業者の名前、住所、電話番号、それに輸入元の原産国ですね。そして製造日と有効期間、ロット番号、最後に主管機関が広告するその他の表示事項です。ここですごく面白いポイントがあるんですが、これらの表示って基本的には中国語か国際的に通用する記号じゃないとダメなんです。でもさっきの全成分名称だけは英語での表示が認められているんですよ。ちょっとした抜け道というかグローバルな対応ですよね。では第3章です。皆さんが一番頭を抱えるであろう全成分表示のルールについて解き明かしていきます。ここで絶対に覚えておいてほしいんですが、企業が勝手にオリジナルの成分名を作っちゃダメなんです。表示規定の総説明資料を見ると、全成分名称は INC、つまり化粧品成分国際命名を使うか、中華薬局法、米国薬局法、欧州薬局法などの工程書を参照して記載しなければならないと明記されています。独自のネーミングではなく、国際基準にがっちり従うことが絶対条件なんです。しかも、成分の並べ方には厳密な算数みたいなルールがあるんです。まず、含有量が 1% を超える成分は絶対に多い順で並べます。これは必須です。でもここからがポイントで、1% 以下の成分については、1% 超の成分を全部書き終わった後なら好きな順番で並べていいんです。そして着色剤は必ずリストの一番最後。この 1% の境界線を
開発や設計のチームがちゃんと把握しているかどうかがコンプライアンスの大きな鍵になります。とはいえ、香りのレシピって企業秘密ですよね。カーネル・サンダースのスパイスみたいなものです。法律もそこはちゃんと分かっていて、香料やエッセンスの成分については、わざわざ全部を細かく書き出す必要はないんです。シンプルにフレーバーとかフレイグランス、パフーム、アロマといった言葉でまとめて表記することが認められています。これなら独自の香りのレシピを守りつつ、しっかりルールも守れますよね。色素に関してもすごく助かる特例があります。米国のカラーインデックス番号を使って記載できるんですが、メイクアップ製品みたいにカラーバリエーションがめちゃくちゃ多いシリーズってありますよね。そういう時は使われているすべての色素を列挙して、その前にプラスマイナスとかメイコンテイン、つまり配合される可能性のある色素という言葉を添えるだけで OK なんです。パッケージをシリーズで共通化できるので、コスト削減にも直結する賢いルールです。さて、第4章は小規模パッケージの特例です。デザインの自由度がここで大きく変わりますよ。デザイナーの皆さん、ここ必聴です。文字サイズって法律でミリ単位で決められているんですよ。製品が 800g あるいは 800ml を超えるような大きなものなら、文字の高さと幅は 2.0mm 以上必要です。300から800の間なら 1.6mm 以上。そして300以下になると最低 1.2mm 以上のサイズを確保しなければなりません。デザインの美しさと法的な読みやすさ、この2つのバランスをうまく取る必要がありますね。じゃあそもそも法的に小規模パッケージとして扱われて面倒な表示義務が免除される条件って何だと思いますか？規定を見ると最大の表面積が40平方センチメートル未満であることが条件なんです。この40平方センチメートルという数字がデザインの自由度を劇的に変える分水嶺になります。表面積が40平方センチ未満の場合、物理的な容器に直接印字しなきゃいけないのはたった4つだけです。製品名、用途、製造・輸入業者名、そして関連する日付、たったこれだけです。全成分表示とか長い使用上の注意とかは全部タグとかカード、説明書に書けばいいんです。小さなボトルに無理やり文字を詰め込まなくていいなんて、パッケージデザイナーにとってはまさに救済筋ですよね。さあ、いよいよ最後の第5章です。これまでのルールを踏まえた企業のコンプライアンス成功の鍵を見ていきましょう。企業の Q&A 資料を読んでいて、一番の落とし穴になりそうだと思ったのが成分の計算です。原料メーカーから複方原料、つまり複数の成分が混ざった原料を仕入れた場合、そのまま記載するんじゃなくて、必ず単一の成分に分解して計算し直さなきゃいけないんです。さらに製品全体の中で同じ成分が重複している場合は、全部合算してからさっきの 1% ルールの並び順を決めます。あと意外とやりがちなのが、外箱には製品名を書いてるのに中の容器に書き忘れるミス。これも NG なので両方にしっかり記載してくださいね。さて、ここまで台湾の化粧品パッケージングに関する法規の全体像を解説してきましたが、いかがでしたか？最後に皆さんにちょっとした問いかけです。皆さんの会社が今まさに市場に出そうとしているその新製品、今日お話しした基準をパーフェクトにクリアしていますか？ぜひお手元のパッケージを手に取って、今回の解説をチェックリスト代わりに監査してみてください。正しい知識はブランドを守り、最終的には消費者の信頼を勝ち取る最強の武器になります。それでは今回の解説はここまでです。また次回お会いしましょう。